マジでさ、下の裏を怪我してる。ということで、はい、皆さん、今夜いいねが2つおせと申します。言っとこっか。下の裏を怪我したので、滑舌が甘い。よいしょ。よいしょ。ということで、皆さん、今夜、屋根がお便りと申します。滑舌が甘だよ。ということで、デクサスタン、今夜、やっほー。いつぞやのタイミングで、友達に、なんか、内容がおかしいのに、サムネイルがポップすぎるっていうのはこの配信やね。自己物件のジャパネット高田って言われてた。おもろすぎる。でですね、本日の配信なんですけれども、確か概要欄にいっぱい書いてるんだよ。よいしょ。概要欄見た？よいしょ。化け物を育てられるのは化け物だけということで、育てる私も化け物という気持ちを忘れずに、でもって、進化させてしまった化け物たちに謝罪と剣を胸にということでね、一応視聴注意な配信となっております。まあ、そんなことさておいてね、ちょっと、先にさ、全然違う雑談をちょこっとだけしてからさ、するんだけど、どうしようかな。よいしょ。なんかこう、本日のお品書きみたいなの書いてた方がいいかな。これでいいか。お品書き。どこだね、リストあった。一番注意が小さくてさ、そんなもんでしょみんな。どこのやつもそうでしょ。でっかお品書き。これ左押しの方がいいな、真ん中よりも。なことを今やってんだって話？ごめんって。雑談。なんでこんなちっちゃいの？これいいや。お品書きが雑談と、時代の、今日は化け物の話をまとめようと思ってて、化け物。なんちゅう話をしてんだって感じだよね。まあ、メインはここやね。よいしょ、チェックして。はい、ということで、先に、なんだっけ。そう、雑談をするんだけどさ、今日、夜マックだったの。まあ、口の中は痛いんだけども、それはそれとして夜マック食いたくって、月見。月見食べたくって。で、月見さ、買うやんけ。で、5時以降だからトリプル月見にしたの。で、家族4人いるんだけど今。家族4人全員トリプル月見にしたの。私が食べてるのだけシングルだった。
シングルだった。なんかでもマックとかってさ、どうしてもさパティとかがさこうペラくなりがちな気がして、いやマックさんすいません、ペラくなりがちな気がして、だからなんかこんなもんかなって思ったの。結構みんなこう3枚で肉厚とか言ってたけど、いやまあこんなもんか、まあ月見だしな、卵が主役かとかも食べてたの。ふって手元見たらもう半分ぐらい食べてたんだけど、ふって見たら1枚しかなくって、ええだって、で横で食べてる妹見たら普通に3枚あんの。ん厚みが違うの。ってなって、で本当に楽しみにしてたの。この日を楽しみにしてたぐらいなの。ちょっとなーと思って、忙しい日曜日にね、申し訳ないんだけどもお電話入れさせていただいた。マックデリバリーした。本当に申し訳なさはいっぱいだったな。だって本当にだってバーガー1個のためだけにマックデリバリーさせてんだから申し訳ないんだけど、しかも料金向こう持ちだし、ちょっとねなんかどっかで喋ってるかもしれないんだけど、マックの株主優待券を使ってマックを食うんだけど、大体この日のためだけに株主優待券を保持してて、でやっと食べれるって思って、月見始まった、よーしって思ったタイミングでなかったから、ちょっと悲しくなっちゃって。いやそうでもそう、向こうの店の向こうの店の、しかもなんかうちはちょっとお昼寝してて行けてないんだけど、いやまあ5時以降に昼寝したんかってのはそうなんだけどさ、妹が運転してドライブスルーしてたんだって。でドライブスルーした時に株の集体験ですって、トリプルすき焼き、トリプルビーフのすき焼き月見を4つみたいに言ったら、あ、4つですかみたいな、トリプル4つですかみたいな言われて、あ、そうですって答えた会話もあった上での足りなかった。いやそう、包み紙が違うのがあったらマジで間違えたんじゃん。包み紙はトリプルって書いてたのちょっと悲しくなっちゃって。でも普通のそのシングルのすき焼き月見を半分まで食った上でトリプル食うのさすがに無理すぎて、一口二口ぐらいがね、冷蔵庫に明日食べましなことがあったりとか。いやそう、あとはグッズの話を最近ぼちぼちしたんだけど、グッズさ、誕生日付近でアクスタとかを常設にしようかなみたいな話をした気がするんだけど、常設にするにあたって在庫管理とかが大変なのよ。だからピクシブファクトリーにしようかなと思ったの。高いねんな。高さ10センチで原価2700円とかなの。もうそれじゃない利益ゼロはさすがにみんなに怒られるかと思って。どうしよう。でもなんか暗記的な15センチぐらいがいいみたいな話だったのよ。10センチで2700円ってことは15センチもっと上がるやん。どうしようと思って。めっちゃ迷ってる。どうしようね。原価利益ゼロにしたら怒られるそうだよな。利益ゼロにしたら怒るよね、そりゃ。そりゃそうだよね。仕方ねえわ。僕が等身大アクスタと空見したやつやばすぎ。等身大アクスタさすがに無理よ。誰が等身大やねん。やばいでしょ。眠いのかって、はい。まあまあそんな話もねぼちぼちしつつ、とっとと本題入るよって思ってる人がいるかもしんない。とっとと本題入っていきますか。
抱き枕あるのに、そうだよね。抱き枕があるのになんで等身大アクストつくんだよ。等身大アクストやばいでしょ、マジで。金額バカになりバカみたいになりそう。よいしょ。ということで。前線の流れは大事？それはそう。これ細かく書いた方がいいかな。何の話からしようかな。いや、なんかメイド時代の化け物については結構書けるんだけど、活動始めてからの化け物って活動者なんだよ。じゃ書けなくね？口頭で言えても。あといっぱいいる、マジで。迷っちまうね。いや、イニシャルも危ない、普通に。だってネタにできるのは私が個人名を出さないからみたいなとこあるからさ。電車。まあ、こんなもんか。お品書き終わってない？一旦メイド時代の化け物は、うわ、まだいる、全然まだいる、やばいやばいやばい、まだいたまだいた、思い出した、嫌だな、思い出すのすっげえ嫌だ。大丈夫？ PBSD ならん。はい、行こうか、上から順に行こうか。まあ、メイド時代の化け物っつっても炊飯教授さんはだいぶ有名じゃない？そんなことない？これさ、今日マジで配信の流れが悪すぎてごめんな。許して。こんばんは、岩成さん、こんばんは。今何の話してるって？私が化け物育てがちって話してるよ。今し始めたとこだよ。で、今お品書きを揃えてる。よいしょ。順番に行こうか。右上に優香育てましたってアイコンつけないと。生産者アイコンね。いや、ガチでそう。嫌でしょ、でも。しょっぱなが、まあ、炊飯教授さんから行くか。なんか、それこそ今だと風営法とか持ってダメなんだけど、その時メイド、まあ、ガルバでだいぶ
なんかその同伴みたいのがあったのよ。どうかっていうとまあギリギリダメだと思うんだけど、芋けんぴ片手に夜にはびこる怪物たちの話を聞けます。いっぱいあるぞマジで。いやそうで、会ってお店に来ては3日後ぐらいに同伴したいみたいな言うから、初めての同伴だったの。で同伴ってやっぱその自分のお客さんみたいな、顧客様みたいなイメージがあるから、すごいこうルンルンだったんだけど、行ったお店で、まあ、沖縄の個人料理屋さんみたいなところで、この子俺の女、えん私からしたら全然なんかそのお客さんだしさ、なこともないのになって思いながら、ってやったわけよ。おかしいなと思ったら全然手つないでくるし、全然20上だよ。確か20歳上なんだけど、なんかあくまでお客さんと、まあガルバの店員さんなわけじゃないの関係で、それはみたいな。しかも会って3日思って、って思いながら、まあそろそろ出勤時間だしと思ってお店に行こうとしたら、次は家電量販店行きたいんだよねって。いや別に私家電とか詳しくないよみたいな。いやだって一緒に住むならさ、美味しいご飯炊いた方がいいじゃんって、炊飯器見に行こうよって。で親御さんへの挨拶いつにする？っていうおじさん。ちなみにその後お触りがひどくなったりとか、だいぶこうお店にも行かないのにメンヘラされたりとかしたので、いずれ出来になるんですけど、まあ、出来になる前段階でさ、まあ、この連絡でやり取りしてるんだけど、やり取りしてたんだけど、その時に面白かった LINE が何個かあって、全然さ、メイトの時もゆゆでやってたよって話は多分どっかで言ってるんだけど、ゆゆっていう名前があまりにも本名なのに、あまりにも本名っぽくないから、だからそれでしてたんだけど、本名何なのって言われて、あ、ゆうって言うんだよみたいな。で、ゆうちゃんからゆうちゃんに変わって、ゆうちゃんがあだ名だったからゆうって名前でメイドしてるんだよみたいな言ったら、あ、そうなんだゆうちゃんとか言ってきて、あ、全然本名じゃないですと思って。ってなったのに、いや俺は人の嘘見破れんだよねとか言ってて、何言ってんだろうな。目の前の女の子の嘘見破られてなくね思ったし。ねえゆうちゃん早く家族になろうよって言ったから、福山雅治って返しといた。個人的にそれが一番楽しかったよ。家族になろうよ福山雅治だろってなったし、でマジでおもろい。今思うとおもろかったよ。当時は本当にしんどかったけどね。でしかもどんな男性が好きって言われたから、なんかお互いの趣味をこう干渉しない関係が好きって言ったの。私は私でゲームしたりとか、まあ当時は配信してなかったから、私さバイト大学生の時とかでちょこちょこ臨時バイトみたいな感じでメールしたんだけど、その時のバケモンなんだけどさ、この話配信とかしてなかったから、自分が配信を見る側だったのよ。それこそこの間も言った2時3時の方とかもそうだし、ストリーマーさんとかもぼちぼち見てたんだけど、
もう見てるのを邪魔されたくなかったから、趣味を邪魔してこない人が好きだなって言ったの。したら、今何見てんのって言ったから、e スポーツの大会見てるよって言ったら、うち来て一緒に見ないって言われて、さっきの言葉何だったんと思って。ってしたことがある。こんゆうりさんこんゆう。そう、化け物図鑑、怪物図鑑の話してる。今、炊飯器おじさんの話をしてるとこ。そう、あまりにも意味わからないでしょ。だから炊飯器おじさんって名前なんだけども、出禁になるまでにいろいろ経ったから、福山雅治事件もそうだし、いろいろ経ったから、だいぶね、話題としてはおもろい人だよね。そう。サクサクといこっか。あんまね、やるとね、みんなの胃が痛くなってくるのもね、知ってるので。よいしょ。ってことで、次が、よいしょ。次、年金おじいちゃん。なんか、おじいちゃんに好かれることが多くて。好かれそうじゃん。おじいちゃんに好かれる話でいくと、中学校かの職場体験とかで、職業体験とかか。でさ、保育園とかめっちゃ選んでたのに、なんか、おつはさん似合いそうとかっていうせいで、おつはさん似合いそうだねって言われただけで、老人ホーム対応になったりとかしたぐらいには、おじいちゃんに好かれそう、おじいちゃんおばあちゃんに好かれる顔をしてるんだけど、そう、孫みがあるっぽい。そう、よく笑うし、手取り足取り、手振り身振りも多いし、なんかね、孫感あるらしくって。ポケットに入らないモンスター、略してポケモン。嫌でしょ。ポケモンも風評被害が過ぎるのよ。そう、年上にモテるらしい。でさ、おじいちゃん世代に、メイド時代もね、モテたんですけど、年金おじいちゃんは、年金受給日になると年金握りしめて、年金を封筒に入れて握りしめてくるんだけど、お店としてはさ、やっぱなるべくお金を落としてもらいたいみたいな感じだけど、どうしてもこう両親が痛むのよ。そろそろ帰った方がいいんじゃないって言うと、全然裏で店長に怒られるんだけど。何がね、やばいってね、もうだいぶお年を召してるわけ。年金受給なわけだから。年金受給者なわけだから。なのに、なんか警備員のお仕事をしてたのかな、そのおじいちゃんは。で、警備員のお仕事をしながら、年金を受け取りながら、ガルバに来てる時点でなんだろうなって気持ちにもなるんだけど、そのおじいちゃんが、自分は、なんかコネがあるから、麻雀のプロになれるんだとかって始まって、何を言ってるんだろうなって思ったし、自分はこんだけいい人なんだから、学歴もあるし、こんだけいい人なんだから、職場の人からも好かれてるし、ガルバに行っても、ガルバに行っても、ゆいちゃん以外にもいっぱいモテちゃうんだよね、みたいな。で、ゆいちゃんのことは本命だから、必ず落としたいんだよねって言われて。何をおっしゃって何をおっしゃって寝言は寝ていくから言ってもらってもいいですかみたいな。ちなみに結局麻雀のね試験落ちたらしいよ。麻雀の試験が何月なんだって言われて、じゃあ頑張って応援してるねって言って、半年間来なかったから多分落ちたんだと思う。それ以降麻雀の話一回もしてこなかったから、多分落ちたんだと思う。ちゃんとおもろいよね。ポケモンは名前が6時までできまる。炊飯おじ、年金じ。問題ないわ。やばない？なんかそうダメなんだよね。だって結局さ、学歴なんて関係ないじゃない？わかんない。麻雀とかの世界をあまり知らないんだけども、やっぱ実力じゃないって思うわけよ。実力があれば若くてもプロになれるだろうし、逆にお年を召したけども夢があるわけじゃん。学歴じゃないのよ、別に。
で、じゃあなんかすごい研究してましたとかでもないわけよ。ってなるとさ、ほらみたいな。で、麻雀多分ダメだったんだろうなと思ったら、次は日本酒ソムリエになるって言ってた。頑張れって言っといた。ちなみにそのおじいちゃんは私に貢ぎたいって言ってて、お酒をベロベロに飲んだ日にはすごいなんかね、シャンパンとかをいっぱい開けてて本当に心配になった。お金を2回も下ろしに行くの本当に心配になったんだよね。なんかこれもさ、なんだろう、私が魅力的すぎたんかなみたいな。ほなしゃあねえかって気持ちにもなる。いや、しゃあねえかにはならないんだけど、化け物エピとしては弱いんだけど、でもあまりにも私が魅力的すぎたんだったら仕方ないかなって気にもなるくない？ちなみにそのおじさんは、おじさんというか人気おじいちゃんは私のために、お酒を買ってきたりとか、なんかおしゃれなケーキを買ってきたりとか、なんかすごいね、そのお店のメニュー以外のところでもだいぶ貢いでた。そう。普通に心配になるけどね。魅力のせいなんだよね。妖怪のせいみたいな感じで魅力性のせいなんだよね。仕方ないか。お茶飲みます。多分チャームのダイスクリティからしてる。ほんまにそう。絶対魅了毎回成功してるみたいになっちゃってる。まずいわ。麻雀は学歴も学力も意味はないですね。必要なのは観察力と記憶力とそう。あと、計算の素早さとかもあるっぽいんだけど。そう。だ結局なんかその、学歴じゃないしな、みたいな感じ。ねえ。でも彼はできると思ったらしい。難しいところではある。ほい。メイド時代はサクサクいきましょうね。次、電車ストーカー。いやなんか、ストーカーっていうのかどうか微妙いんだけど、普通にお店に来た人とかが、いや自分どこどこ住みでさとかって言ってくるわけ。へーとかって話をするのに、私その働いてたところから乗り換えが何本かあったのよ。なのについてくるねん。なんでなんでどう考えてもいやそっちの方向じゃないし、終電ダッシュしてたから、もうだって反対側の電車もないみたいな感じなのよ。なんでと思って。やばくない？不安すぎて、一駅早く降りるとか、一駅先で降りるとか全然してた。し、ホーム、駅構内ちょっとぐるぐるしたりとかはしてた。ちょっと遠回りしてとか。広いターミナル駅とかだとさ、右の道からも行けるし、左の道からも行けるみたいになるじゃん。そう、だから、ちょっとこう遠回りしたりとかして走ったりとかしてた。マジやばいよな。この時点で通報案件。いや、それはね、そうなんだけどさ。でも通報する暇もな、みたいな。それで電車逃したらまずいしな、とか思ってたし。なんか、危害を加えられたわけでもないしな、みたいな。考えがあんまりちょるんですよね。今だったら全然なことないんですけど、ちょっと、20手前とか、20成り立てとか、その時期だったから、みたいな。みたいな感じにもなる。自分多様系在住であります。幅が広いのよ。日本積みでさーもだいぶ幅広いなと思ったのに。
ヌーベ呼んでほしいくらい化け物大丈夫。下のね、活動始めてからの方がすげえから。やだよね。そうだよね。私もそう思う。でもなんか、結局、そのよくわかんない。ちょっとだけ言っちゃげようか。その、よいしょ。そのさ、電車ストーカーもさ、なんかしばらくしたら落ち着いちゃってたから、じゃあいっかと思って、結局実害っていう実害がある前にさ、なんていうの、収まったというか、だったからいっかと思って放置しちゃったんだよね。今から思うと普通に通報案件ね。そう思うわ。まあなんて話もありつつ、ちょっとごめん、指怪我したから絆創膏貼ってもいいよいしょ。話は続けるんだけどさ。でもなんかさ、またこれは別件になるんだけどさ、普通になんかさ、深夜帯の電車キモい人多くてさ、これはなんかその化け物として育てちゃったとかではないんだけど、さ、大学生の時とかって、ちょうどコロナ流行り始めとかだったの。だからみんながこうマスクしなきゃってなってるタイミングだったのに、全然マスクもしないで、私に対して話しかけて、電車の中でさ、話しかけてきて、で、結果的に、なんか、お連れの人にマスクしろって言わないんですかとかってキレられて、いや、連れじゃねえしなと思ったことはある。連れじゃねえんだよな、この知らねえおじさんと思って。えみたいな。迷惑のこっちゃ。やばくない？連れじゃないのに連れだと思われてるのもやばいしさ。そんな変な人が連れだと思われてることもやばい。でその人に何されたかっていうと、お姉さん、足綺麗っすね、みたいな。何食べてるんですかとかって。何食べてそんな綺麗な足になるんですかみたいな。駅どこっすかうるせえなみたいな。口悪いっすね。あ、ぱぱぱぱぱぱぱ。やばくない？大丈夫だよ。かさぶたが引っかえっちまっただけで。そう、マジでやばい。なんか、友達とかに言ったら100人中100人が足が長いっていうくらい足が長いの自慢にしてるんだけど自慢にしてるんだけど、綺麗な足をしてるね。最近はちょっとこう程よく肉がついてきたんだけど、その時はこうスラッとした、でもガリガリまでいかない細い足だったわけ。大変でしたわ。足綺麗っすねとかめっちゃ言われた。何食べてるんですかって言われても別に食にこだわってるわけでもないし、あんたその時とかって、その20超えたタイミングはお酒とかめっちゃ飲んでたし何って言われてもなみたいな、みたいななってた。困るよね。そう、綺麗なのが罪。そうなんだよね。悲しい。そう、ド直球にセクハラだよな。ほんまに。そう、足褒めるな、時と場所をわきまえろと言いたいところではあるんだけど、まあ、化け物なら仕方ない。っていうのもあったりもしたから、女の子は深夜帯の電車とかなので気をつけましょうね、本当に。変な人も多いので、朝方の電車もね、変な人多いのでね、お気をつけましょうね、本当に。始発でね、ベロベロに酔ったおじさんたちがいるので、気をつけましょうねって話。で、次が、イキリとおじさん。いや、イキリとおじさんね、めっちゃおもろく好きなんだよね、私個人的に。ハロー、ゆうさん。ハロー、クリス。Today is なんだろうな。ファニーマンフ
ファニーヒューマントークテーマ is ファニーヒューマン。変な人しかおらんやんけ。いや、そうだよ。キリトくん、ついにおじいちゃんに。いや、本当にそう。終電始発は巻き換えの電車。まあ、前もし、本当にそう。終電始発やばい。いや、キリトくん、ついにおじいちゃんだったんだけどさ。ハニーノ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 ー。ハニームーンノー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 。ファニーヒューマン。ジャパニーズ変態変人ってなんて言ったらいいの？エクセントリック？オーケー伝わったらしい。なんで言ったんだ？私が経験したヴィランかも。私が出会ったこいつとの日本がThe story of the 変態 I meet って伝わるかな？いや、そんなんでね。イキリとおじいちゃんは何があったかっていうと、自分喧嘩強くて気づいたら周りのやつボコボコになって寝てるんだよねって言われた。普通にやばい。あ、2期じゃん、ヤッホー。どうしたの？暇なん？言い方がひどい。うちの英語を頑張ってくれてるらしい。過去に出会った奇妙な人々についての物語。ストーリーズ。ちょっと待って。Stories about strange people I've met in the past. 香ばしいキレとかでしょ？ちなみに建設業をされてらっしゃる、本当になんか背の小さい方だったんだけど、なんか娘と私が同い年みたいな。気まず娘が彼氏と一緒に住むときになんかクソでかいテレビを現金で一括で払ったんだよねみたいなのを誇らしげに言ってたんですけど、現金でみたいな、カードじゃなく現金で一括とかってカード持てない人のセリフ。誇るとこじゃないって思って、何を言ってるんだろう本当に何を言ってるんだろうと思ってお茶飲みます。でもね、娘さんの写真見せてもらったの。めっちゃ綺麗なお姉さんだったので、2人娘がいるらしいんだけど、下の娘さんが私と同い年みたいな。ちなみに離婚をしてるらしい。なんか誇るとこじゃないねん。で、なんかさ、うわーってみんなが言ってくれると思うんだけど、財布はイヴ・サンローランで、なんだっけな、シャツかなんかは別のブランドでみたいな。で、ベルトがグッチでみたいな。わかる？なんかこの
わかる？なんかこのこうごちゃごちゃする感じで、なんかシャネルかなんかの香水つけてんだよねみたいな言ってて、いやなんかこのうーんってなるくない？別に揃えると言ってるわけでもないし、自分が好みのブランドをね使ってるんだったらいいんだけど、なんかこの合わせるのはちょっとどうなんだろうなみたいなちょっとどうなんだろうなって思ったりする。こう服の中にワンポイント好きなブランドが入ってるで、別の日はまた別のブランドものが入ってるんだったらいいんだけど、なんかこのさ、着飾っとけばいいみたいな、無駄に信じないんだからって思ってたそう、センスないの。カード持ってない人は現金カツがかっこいいと思ったし、カード持ってる人は黒いカードがかっこいい。まあそれはそうっていうのでさ、なんかこのね、選手どうなんだろうなって思ってた。ちなみにそのおじいちゃんはイキリとの話と、自分のパンチパーマかっこいいだろうって話と、その現金一括で支払った話と、あともう一種類ぐらいを一生ローテーションしてる一生ローテーションしてるの。酔っ払うとねその話しかしないの。でもさっきも聞いたよって言うと機嫌が悪くなっちゃうから、そうなんだって毎回同じ反応してるそうなんだ、すごい、そうなんだっつって処刑みたいな反応を毎回した。カードは黒と金がかっこいいと思ってます。ちなみにそんな金持ってるやつじゃありません多分そう、それしか語ることがない。今カードの話してたからちょこっとするんだけどさ、私が使ってたカードがさ、なくなっちゃったのよね。提携、こうお店の提携のカードだったんだけど、お店の提携なくなっちゃったから、年会費無料で勝手に金のしておきますねとか言ってデザイン変わったんだなと思ったら、ふと見たら金色だった。使ってないのに勝手に金なんだよねもう年会費かかねならいいかと思って、永年年会費無料で勝手に金になってる。ウケる。やめてほしい。なんかめちゃくちゃお金使ってる人みたいになってるから使ってないのにっていうのが全然あるんだけど、余談として。そう、接客業のさしすせそ。でもさしすせそも使わない。一緒。そうなんですね。みたいな感じ。あ、でもさしすせそ結構使うかも、もしかしたら。黒金銀河ってそのイメージわかるわかる。全然友達にゴールドカードって言われて、いや違うんだよねって言った違うんだよねってなった。そうなんですかとか、知らなかったとか、教えてくださいよとかってめっちゃする。そうだからなんかこれ後々の待ってさ、仕事なんか後々別件で化け物ってかセクハラをされてたんだけど、つい最近セクハラの被害あったんだけど、なんかもう接客業ってしかもおじいちゃん層を相手にしたせいで、私よりも全然年上の方たちのアニメとかなんか好きな作品とかを頭にインプットしちゃったせいで、今の職場で昔のアニメの話がちらっと出て、なんかそれ結構昔のアニメですよねみたいな言ったら、知ってるのみたいな感じから食いつかれた結果、それがさらに行き過ぎちゃってセクハラ被害も受けたっていうもうやだ、もう中育ててないもん。普通になんかしつこくプライベートの内容を聞かれ、体型をいじられ、全然普通にセクハラだった。上に上げた。普通にセクハラだったな。これ1個しない会社の話が出ちゃうじゃん。なんでそうなるんや
いや本当にそう。いや本当になんでフェロモン出てる。いや可能性ある。嫌なんだけどな。会社の化け物はなんかさ、しかもさ、失礼なのがさ、なんか私の中の化け物認定って積み立て式なの？積み立てポイント式なの？地立もポイント形式でさ、一個一個は別にそんなでもないなって思うんだけど、ちょっとそれ回数多くないってなると、だいたい私は化け物認定をするんだけど、なんか同じチームじゃないのよ。そのセクハラしてくるおじさんと部署は一緒なんだけども、チームも違うし仕事も違うのさ。あ、そう、ニーサ式なのよ。仕事も違うのさ。なのになんか私がちょっと体調悪いなとか、あと側腕症を持ってるせいで腰が痛くって出社ができないとかあって、在宅に切り替えたりがするのね。の時にチームリーダーとか、部長さんとかには連絡するの、ちゃんと。でもチームも違うし仕事内容も違う人に報告する義務はないじゃない。なのに毎回連絡してきて、今日はどうしたんですかみたいな。あ、体調崩したんでみたいなとか、ちょっと持病の影響でとかって言ってんのに、なんか毎月のピーかと思いましたとかって普通に言ってくるわけよ。んちょっとセクハラか。ちょっとセクハラか。って思うし、なんか胸の小さい配信者さんは起立って刺ってつま先プッて見たら、足元ふって見たらつま先見えるって言ってましたけど、おつはさんも見えそうですねとか言って、なんか前置きキモかったな。んと思ってると、あ、違いますよ、別に胸のサイズなんて言ってませんよって、痩せてるなっていうだけですよって。だとしてもじゃない？偽ゲトエロみたい、キッシュ。なんかそれがこのサイズ的な話じゃなくて、本当に痩せてますねって話だとしても、例えばその人が痩せてることをコンプレックスに思ってたらどうするんとかって思うし、でしかもこの、女性男性問わずさ、人の体型のことをこういじるってどうなのって思うし、それが友達同士で「お前なんか最近太った?」とか「あ、痩せたんじゃん」とかだったら分かるの。接点ない人から言われるのってちょっとキモくね？あみたいな。でしかもちゃんと時間内に仕事を終わらせて帰ろってしてるのに、なんかご飯行きませんかって言われて、あ、ちょっと今日予定あるんで無理ですって言ったら、あ、じゃあ残業しませんかって、僕残業するんで一緒に喋りませんかみたいな。帰るっぴ。仕事終え出すと思って、いや無理ですって。じゃあ来週無理ですとか言って、そう何を言ってるんだろうと思って、本当にとっても困った。力で飛んでしまえばいいの。痩せてる人は痩せる人まだ魅力的だし、本人がそれについてどう思ってるかも分かんないのに、人の体験についてね、そんな軽口叩くのは良くないと思うんですよね。でましてや体型が痩せてるからって言うんだったらまだしも、なんでその冒頭に胸の小さい配信者はってつけたんだよと思って。配信アプリの広告みたいな、その姿思考からだってマジでそう
許せなくないっていう化け物も引き寄せた。いやでもそれも私が雑談の範囲とはいえ、なんかその趣味に寄り添うじゃないけど、あ、それいいですよねとか、あ、わかりますよみたいなこう立ち位置をしてしまったことが問題なのかなっていうのもちょっと思ったりもしたんだけど、難しい所存ではある。うん、難しいねっていうのをしながら、活動を始めてからの化け物に移れますか？お茶飲みますね。全然化け物話さ1時間ぐらいで終わろうかなって思ったの。終わんねえやん。ウケる。滑舌めちゃくちゃ今日甘いんだけど大丈夫？聞き取れてる？聞き取れないよって言っても困るんだけどさ、頑張って聞き取ってになるはするんだけど、そう、そんなんでね。で、活動始めてからの化け物いきますか。笑える下ネタとキモいセからの境界線を言ってる人間に悪意があるかどうかで決まる。じゃあ向こうは悪意なかったかも。化け物の話届いてるよかった。届いてるならよかったわ。で、活動を始めてからの化け物は、私が育ててしまった化け物と育ててない化け物に、分かれるんだけど、時系列順でいくか。活動を始める前、初配信前、私がツイッターに初めて声を上げたのが産声おぎゃとかっていうふざけたボイスメッセージなんだけどそのふざけたボイスツイートと、リップで哺乳瓶進めたりとかしてたし、仕事頑張ったのお疲れ様とかいうのをツイートしてたわけよ。で、いっちゃん初期にAPEX やりたいんだけど、エピやりたいんだけど、やったことないから教えてくれる人募集ですっつって集まった2人が2人とも化け物と話したんだけど1人は通話始めて30分ぐらいで、実はみたいな始めて、何かなって思ったら、実はおつはさんを置かずにみたいに言われてっていうのがあっただってどう考えてもおつはビジュアルの公開と、あと産声おぎゃとリプしかないのよ。それで食べれるのってコスパ良すぎじゃないガチ恋非推奨なのは今までの人生によって生まれたプチ人間不死なのか。いや、私男性コラボが多いから今日のお昼とかもそうなんだけど、男性コラボが多いからガチ恋非推奨やね。死んじゃうユニコーンとかガチ恋とかって思ってる。いやでもさ、おつはさんが幸せならオールオッケーでさのタイプだったらいいんだけど、男性と絡まないねって言われてもダメだからそう、それがガチ恋非推奨の理由やね。即風呂だろこんな。結局なんかその日ははははって思ったんだけど、布団に入ってからなんか苦しくなっちゃって、翌日にちょっとなんか一日置いてから言うのは申し訳ないんですけどみたいな、ちょっと昨日のはちょっと無理だったんで、今後のお付き合いちょっと、お付き合いって言い方も変だけど、今後の関わり方ちょっと難しいかもですって言ったなんかその場ではさ、このハハハーつって笑って流せるんだけど、お布団入って一人で考えたら、なんか
なんで私あんなこと言われたんだろうみたいになっちゃって。普通に無理。普通に無理。衝撃的すぎるでしょ。いや、なんか彼は私の産声を親で、なんか赤ちゃんプレイを想像したらしいですよ。いや、哺乳瓶を吸ってようが、おしゃぶり吸ってようが、赤ちゃんプレイはしないですけどね。誰がするねん。違う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 。別にしてる人を否定してるわけじゃなくて、私はしないよってだけやねん。意味わからんでしょ。なんか哺乳瓶をそんななんか不純なことに使わないでほしい。こっちは真面目に水分補給として哺乳瓶使ってんねんって思った。ガチ恋は別に男性とコラボしても大丈夫なはず。それが共有できないユニコーン。じゃあユニコーン推奨かも。もしかしたら。ゆいちゃんが楽しければそれでいいんだよね。それがね、一番幸せ。本当にありがとう。とっても感謝してる。それを言われるからね、好きな配信をできてるとこまである。カミングアウトするの耳やから。それはそう。いやだからなんかあれじゃないの。どんな反応するかな、もうワクワクしちゃったんじゃない？露出狂と一緒やね。意味わかんねえっぴね。世の中にはすごい人もいるっぴよ。ってのが、まあ一人目ね。で、エペで釣っちゃった化け物がもう一人いて、なんかその人はめちゃくちゃ教えてくれたんだけど、親身になってね、試合とかも一緒に行ってくれたんだけど、そもそも私は配信者とか見るし、e スポーツ、ALGS とか普通に見ますよみたいな。ただ自分でやるのと見るのとだと違いがあるので教えてほしいですみたいな話をしたの。したら、あ、わかりましたところから始めて、自分こう紫のキラキラした軌道あるじゃないですか。これマスター軌道って言ってみたいな。知ってる？知ってる？知ってる？私がいつも見てる配信者プレマスターとか全然いるし。知ってる？始まって。で、あまりにもそうお散歩すぎて、本当にだって初めてだから、武器もしまえずに武器持ったままお散歩し始めてたんだけど、この岩場隠れといてくださいっつって、あ、隠れときますって、おい、早くカバーしろよって、えってしてたら、あ、違いますよ、野良に行ったんですよとか、全然 VC オンにもしねえのに、何言ってんだって切れてたんだけど、そんな人とお散歩中に、ゆえさんって関東ですかみたいな。お父さんって関東ですかみたいな言って、あ、そうですよって言ったら、うわー、自分関西なんで会えないんですよねみたいな。同じなんか近い地域で会えたら、なんか一緒に出かけたかったよなとか言って、出かけるっすかみたいな。言ったら、いや、カラオケとか行きたくって、みたいな。カラオケなんでみたいな。もう、本当にハテナすぎて。なんでって聞いたら、いやー、待って、くしゃみ出そう。出ない。うわ、くしゃみ出そう。出ない。いやー、なんか最近の、なんか女性の流行ってる曲とか知りたくてって言われたから、マジ素で、なんか私、歌い曲とか偏ってるんで、なんかどっかのランキング表とかも持ってきましょうか、サイト調べましょうかでした。いや、違くて、つって、わたわたした。まあ、本当に、いや、でも自分歌い曲偏ってるしな、とかって思っちゃった。胡椒いる？いらない。マジで偏ってるんだよなと思って。ボカロだったりするし、童謡も歌うし、ちょっと偏りがね、激しいからさ。何を言ってんだろうなって思った。全然さりげなくないさ、ナンパ。下手くそか。で、なんか、他のゲームも一緒にやれませんかとか言ったんだけど、あ、予定が合えば、つって、7にした。全然無理。はい。普通に無理。ってのが、一人。
でもその辺は育てたってよりも比較的こう釣っちゃったタイプ。宝くじ引いたら当てちゃったぐらいなタイプだからさ、別に育ったわけじゃないのよ。これは育てやつじゃなくて、シンプルに寄ってくるやつがやばいやつなんだけど。そう、育て屋さん、こっからが育て屋なんですけど、よくない。ごめんね、みんな。ナンパで客観してみると、わかりやすかったするな。そう。歌の入りたい、知りたいならググれかす。いや、ほんまにそう。なんか、育てちゃったやつが、5歳年下と、同いと、5歳上と、あと1個上かな、一旦でかいのは。あとなんかまあぼちぼち新突 DM とかがエピソード強すぎて葉っぱ枯れちゃう。枯れないで。でも聞いててしんどくなったら全然ブラウザバックしていいからね。あとは最近の新種がぼちぼちぐらい。いや、そう、あとね、未だにね、ちょっと時効になってなくて喋れない話もあるんだけどさ。どうしよう、本当に。もう時効、どうだろう。難しいね。もう慣れちゃった。コント、やばすぎ。いや、まあ、じゃあ、時系列順でいくか。一番最初は5歳年下。5歳年下の化け物、当時17歳なの。あまりにも犯罪種じゃない？配信始めて半年とか。普通に、なんか、新作にキャッキャするのよ。なんか普通に、私のその喋り方とか、まあよく笑うところとかが好きで、会ったこともないのに好きになっちゃったらしくって。で、私も、その時って仕事まちまちだったりとかもしてたから、暇な時に人とすぐ喋りたくなっちゃって、結構人と電話してる時間が多くて、それもあって、育ってたよね。で、向こうはさ、受験生で、でも大学も推薦とかで行くってなってたから、なんか授業とかも結構少なくって。でもあれよ。向こうも配信者だよ。最初は、なんかその機材の相談とか、向こうの方がいっぱい機材持ってたから、機材の相談したりとか、配信とかってどうしたらいいのとか、配信の設定とかって聞いたんだけど、そっから、まあ、結局エピとかも教えてもらったし、ゲームも結構教えてもらったりとかしてて、っていうのもあって電話する時間が増えちゃって育っちゃって。でも私的には5歳下って17歳なんてなんかもう弟ぐらいにしか見れなくって、いやだから無理だよみたいな話はしてたんだけど、でなんか1ヶ月だけなんか付き合ってほしいって言ったからいいよって付き合ってたんだけど、まあ結局1ヶ月経っても私の気持ち的にはやっぱ弟にしか見えないよってなって別れて、それを付き合ったには私はカウントしないんだけど、ごめんね。カウントしてはいないんだけどさ、ごめんね、まるまるくんみたいな感じなんだけど。でも、それ以降は、なんかお休みって絶対にディスコ送ってほしいし、おはようも絶対 DM 送ってほしいみたいな。でも付き合ってないんだよ。付き合ってないんだよ。うぐぐぐぎぎ苦しんでる。なんでだろうなと思って。
んどくさ。そうで、しかもさ、忘れちゃう時ってやっぱあるじゃん。なんかそもそもそれが、例えばいっぱい会話がつながってて、そろそろ寝るね、おやすみとか、おはよう、昨日の続きなんだけどさ、だったらわかるの。マジで会話しないの。マジで会話してないのに、おやすみとおはようだけがずっと続いてたの。どうしてと思って。どうしてと思って。かつての記憶が蘇り、連鎖的にダメージ受ける。〇〇くん違うよね。違うって言って。不安になっちゃう。大丈夫？とても、おつはゆいからそんなメッセージ送られた記憶がある？まずい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 。いや、そんなんで、いっぱいおはようもおやすみも送んなきゃいけなくて。で、送り忘れると、なんで送ってくんなかったのって言われて。いや、なんか、その義務挨拶しなきゃいけないのちょっとしんどいかも、みたいな。こっちも寝落ちちゃったりも全然するし、毎回毎回送れるわけでもないし、みたいな。言ったら、なんかその義務だと思うやつなんて悲しいみたいな。さすがにびっくりんご。ってしたことがある。ちょっとびっくりじゃない？ちょっとなって思ったことがある。高校時代に違う配信者にガチ恋して似たようなこと頼んだんだから義務やる。そうでも無理じゃんと思って言ってもらっただけありがたいと思わんかいで結局はなんか別になんかそのなんでそんなこと言うのって話をしたらなんかもういいみたいな感じで結局連絡途絶えちゃったからもういっかっつってポイってしちゃったんだけどこの世に放流しました。化け物を育ててからこの世に放流しました。彼はきっと今頃大学生かな21とかじゃないかな。それで5歳下だもん。どうだったんでしょうね。お酒一緒に飲もうねって。20歳になったらお酒一緒に飲もうねって。飲酒コラボ配信しようねって言った記憶があるんですけど。どうなってんのか知らないわ。元気に過ごしてるといいですね。どこどこの地域に住んでる〇〇くん。そこまで知ってるのが怖いよね。わかる？多分元カノが出るよ。やだな。あとは次が同い年の人なんだけど、まあ、これがねだいぶでなんか21同い年だ。いやそう今年21のはず。私が今年26だから。で同い年の人はもうこれも配信者なんだけどなんか好きって言ってくれるのは嬉しいんだけど、まあ、答える気もなくて当たり前に当たり前にでなんて言おうとしたんだっけな。なんか VTuber ってファンアートとかってあったらあるだけいいよねって言われてまあそうだねまあそうだねしたら外部依頼してもいいってうんいいよって言ったの。まあほらそれこそ今だとさシロミとかと一緒にお揃い写真をシロミの方で依頼してとかあったりするからその時も言ったの。出来上がったものはおつはが頬をあからめながらその配信者にバックハグされてるイラスト。どこで使うんどこで使うんなんで私頬あからめながらバックハグされてる
不思議すぎない？不思議すぎじゃない？どうしてなの？本当に。そう、待ち受けぐらいしか使うことないじゃん。と思って。びっくりしちゃった。バックドロップしている絵なら見てみて。バックハグやね。摩訶不思議アドベンチャー。本当にそう。ってなって、夢わかんねえなーって思ったりもしたし、私の名前を呼びながら、ピーしてる動画とかが送られてくる。ピーしてる自撮り動画が送られてくる。困るっぴねー。普通に R18。なんだ R18G つけたいって。困るでしょ。なんか VTuber ってギガファイル便でやり取りするから、ギガファイル便を取り込むことにあまりこうためらいがないんだけど、ちょっと気性いっぴね。いやー、今日本当にそう。私身長161だよ。そう。やばないか？と思って。いや、ちょっとなんかそういうの良くないと思うよ。みたいな。その時はもうお友達だと思ってたから、私身内に弱いんだけど、身内に弱いし身内に甘いんだけど、お友達だと思ってたから、いや、そういうのやめた方がいいよ。みたいな。軽く注意で終えてたんだけど、このタイミングでね、もうちゃんと突き放せばよかったんですよね。はい。で、なんかその時って私終電帰宅とかが多いお仕事をしてたから、結局なんかそのどうしても帰宅が遅くて寝るのとかも家に着くのが1時とかになっちゃうから、そっからお風呂入って軽くご飯済ましてとか3時とか4時に寝るみたいな、でお昼にお昼みたいな昼夜逆転生活してたのね。で、そうそう、終電ダッシュした時期。そうってなると、まあ普通に昼間に生活した人とさ、時間がずれるじゃん。で、別に私待っててなんて言ってないのに、なんか向こうは向こうの善意で、私が帰ってきて、ご飯とかお風呂とか済ませた後に、ちょっと通話する時間を楽しみにしてたんだって。でも、そうなると3時とか4時とかまでに、3時とか4時とかまで起きてて、で、軽く仮眠取って、朝からお仕事とかってなるわけじゃない？普通に体壊すじゃん。だから、ゆいちゃんのために起きてて、それで体調崩して、ご飯も全然食べられなくて、体重もすごい減ってみたいな。で、一生気持ち悪いしみたいな言われて、いや、知らん。知らんねん。なんで私のせいにされてるんだろうなと思って、ちょっとその辺でもうちりつもがちりつもだったから、いや、つって、私頼んでないし、私のせいにされてもちょっと困るっすって話をしたの。そう、責任転嫁がえぐい。そうなんだよねって話をしたら、なんか電話したいって、最後に電話したいみたいな来たから、何ですかっつって電話したら、めっちゃ雨の音聞こえて、マジ本当忘れない。めっちゃ雨の音聞こえたの。お外にいるのみたいな。雨の中に外いたら体冷えちゃうし良くないと思うよみたいな言ったの。当たり前じゃん。でもその人としてさ心配になるからさ、したらもう自分は死ぬしかなくてみたいな、急にさなんかいろいろとほのめかし始めて、いやでもみたいな、勝手に知られたところで私は家も知らないから葬儀に行けるわけでもないし、やめなみたいな。
いやまあいいんだけどみたいな、個人の自由だから好きにすればいいんだけどみたいな、でも葬儀には行けないよみたいな言ったの。いやでもみたいな、こうなんかぐちぐちしてて、で落ち着いたってそろそろお家帰りなって言ったら、いや自分今実はいるの2階のベランダ。演出でした。演出だった。ベランダじゃん。ちなみに屋根付きやらしい。もう無理と思って、ちょっとごめん、もう本当に無理っつってお別れしました。もともと付き合ってるわけじゃないんですけど。草に草生やすなよ。ほんまに許せねえわあいつ。あ、ちょっと飲みます。許せないだろ普通に。普通に許せないだろ。いや中野の日本語で笑ったじゃん。おもろかったならよかったわ。許せなくない？なんなの？実際雨の中で通話してても雨の音ほぼ聞こえないし、人間はよっぽど変な落ち方しなければ2階から落ちます。そうだから何を言ってんだろうと思って、2階から落ちても死なないのは高校生の時にメンヘラと付き合ってたんで知ってるんですけど、何を言ってるんだろうと思って何を言ってるんだろうと思って、本当に嫌になった。本当に嫌になった。でもそれも私がなんかこう接し方が悪かったのかなとか、ちょっとこう思ったりもする。関わり方が間違ったかなとか思ったりもする。ちなみにその人からプレゼントもらっ月のネックレスのプレゼントもらったんだけど、呪物として保管してある。物に罪はないよなと思って、いつかこう浄化できたらつけようとは思ってるんだけど、なんかなーって感じ。僕は3階相当から落ちても大丈夫だし、人間って感情だよ。いやそうなんだよね。やっぱり喉が死に始めちゃったっていうのがあったりとか、あと5歳年上はなんか自分も毒親育ちなんだよねみたいな話から結構こう仲良くなって、で5歳年上だから私よりも社会を知ってたから、確定申告とかを教えてもらったりもしてたんだけど、なんかその流れからなんか知らないけど、なんかどのタイミングなんだっけな、忘れちゃったんだけど、なんか結婚前提に付き合わないかって言われて、いやでもどう考えても向こうも毒親なの分かってのになんでそこに嫁ぐんだろうと思って普通に断った。普通に断った。無理すぎる。まあそんな人もいたりしつつあとはこれはツイッターで実は言ったことがあるからリップとかをめちゃくちゃ探して出てくる話なんだけど、 TRP 上でよくやるんだけどさ、最近やってないんだけどよくやってた時期があって、でもルルブをまだ持ってないって、ルルブック持ってなかった時に買わなきゃなーとかって思ったら、ルルブとマイク機材あげるから会いませんかって言われて、えってなったことがある。普通に爆速で自分でルルブ買ったよね。なんででなんかその人が私のことが好きだから私が好きなものをいっぱい知りたいって言ってニーヤオートマトやり始めたの。すごく気まずかった。なんかニーヤはいい作品だしハマってくれるのは嬉しいんだけど、私を理解するためにとかいう理由でやらないでほしい。やばくない？普通にやばいだろ。と思って、それが1歳年上やね。
ちなみにその人とのコラボ予定とかも決まってたし、日程とかも決まって、あとは告知するだけみたいになってたのに、私が拒絶したことによってちょっとなんか拒絶されたし、ゆいさんと一緒になんかコラボできないんでとか言って、他の参加者もいたのにリスケになったことがある。他の参加者に申し訳ねえよ。本当に化け物誘引フェロモン出てるんじゃん。いやガチでね、可能性ある。可能性ある。迷惑。いや本当にそう。あとはでもなんかそれ以降さすがにまずいかなと思って、化け物の育成スピードが速すぎて、この世の化け物なんか本当に化け物まみれになっちゃうし、せっかく素敵な友達とかにも巡り合い、その時にちょうど今のあつよしとか白身とかとはもっと前から仲良かったんだけど、よくないなと思ってすげえ鎖国し始めたの。本当にすげえ鎖国し始めたの。決まったもう人たちとしか喋らないとか思って鎖国してたんだけど、その中で化け物と出会ったのが2個上か、あれ何歳上だわかんないけど、やばい、すげえ個人を特定しそう。まずい。言葉選ぼう。これは多分配信で言ってない新種の話なんだけど、新種がね何個かいるんだけどさ、喋ってなかった話がちょこちょこあるんだけど、TRPG 関連の人で、なんかお家が嫌々ってしてる時期があって、お家がこうバタバタしてたりとかしてさ、したら養うからお家に来なよみたいな、うち来なよとかって、男性一人暮らしの家にのこのこついてくほど私バカじゃねえぞって思ったりしてた。普通にやばいし、なんかその人も結局この養うって言っても何日間何週間か一人一人置いとくぐらいの蓄えはあるよみたいな話だったのね。完全にしばらく養うとかじゃなくて、ただだいぶミニマリストよりというか、もう本当に布団とパソコンとみたいな、食器もわずかみたいな人だったから、みたいな思ったことがあります。その場合私何を出せって言われるって、もうそれしかないじゃん。そんな同人誌みたいなって思ってたから普通に乗らなかったんですけど、その人からもなんか結構ピー過去 R18 の動画とかを送られてた。やだねやだねとか、その人とはもう連絡取らないって形でフェードアウトしたとか、最新版とかだと定期的にさ V ちゃんがどうたらこうたらとかって言ってた時期があったんだけど、VR チャットとかで手取り足取り違う身振り手振りの配信とかができたらいいなと思ってアバターをね作ったりとかしてたんだけど、教えてもらった流れでこういうアバターがフェチとかこういうアバターが癖っていう話も聞いてたんだけど、ゆうさんって男性経験あるんですかみたいな言われて、高校生の時に彼氏いたしあるよみたいな
話をしたんだけども、それ聞かれるのもどうなんだろうと思いながら、まあ、聞かれたことにこう軽く答えただけなんだけど、その流れからなんか自分実はみたいな、彼女いない歴イコール年齢でとか、女性経験もなくってみたいな。で、抱き枕カバーがさ、発送が豊島区から発送してるんだけど、あれってのも別に豊島区に住んでるわけじゃないんだけど、ターミナル駅池袋が近いから池袋で発送したわけね。でしたら、なんか自分都内の〇〇に住んでて会える距離なんですよね。はあ、出会い中ってことってなった。聞かれるのも答えるのさ、だから答えるところがオッツハユが化け物なんだけどこういう化け物、育て屋さん育てたくて育ててるわけじゃないのに、でも育てる側も化け物って説もあって、カエルを育てられるのはカエルだけってことなんだよね。いや、なんでなんか私はセクハラをされてるんだろうなと思って。で、なんか魔のサバの配信してるじゃない私。魔法少女の魔女裁判。あれってストーリーだし、途中から見るのって難しいと思うの。ゲームが気になるとかだったら最初から見るだろうし。で、私が好きとかだったら途中から見るのもわかるんだけど、そんなこともないと思ってたのね。したら最近急になんか今日の配信良かったねとか、配信中眠そうにしたけど寝るのみたいに言われて、確かに最近の配信で眠そうにして寝るから配信閉じるねって言った配信があるんだけど、配信閉じてから洗濯物しまわなきゃと思って洗濯物しまってから昼寝しようって思ったのよ。で離席してたわけ。そしたらスマホもパソコンも見れないわけでしょ。なんかこの後寝るのかなって言った15分後にお休みって連絡が来てて、これもしかして寝てるで返信来ないな、じゃあ寝たのかなと思って寝てるであろう私に対してお休みって言ったってこと、ちょっと湿ってないちょっと湿度高くないって思って、ちょっとなんかこう湿り気がウェッティな感じが、化け物の欲しい栄養素を与えるから育っちゃうから、そう多分そう。なんかその化け物の欲しい栄養素の話でいくとさ、化け物にフィードバックを食らったことがあって私って自分の過去の話とかって全然さ配信でも喋れるじゃん。ちっちゃい時こんなことあってさとか、小学校の時こんな思い出があってさとかって言うじゃん。でも普通の人言わないらしくって、だからその自分のことを言ってくれるのは信頼されてるんだって勘違いしちゃうんだけどみたいな、逆ギレされたことがある。でも私からしたら配信で言ってるし、それってリスナーにも、生配信のリスナーにも言ってるし、未来アーカイブで出会うリスナーとか、まあそのネットにいるうぞうむぞうに言ってるわけじゃないですか。だから別になんかオープン情報なわけよ。ツイッタープロフィールぐらいオープン情報なわけなのに、なんか自分には言ってくれるんだってちょっと勘違いしちゃったみたい。難しい。腕組んでフィードバックしてくれるタイプの化け物、すまんがおもろいね、普通は言わないらしい。だから勘違いしちゃうんだけどって言われた。んな言われたって思う経歴が濃すぎてマジで面白い女を体現してるね。もうほんまにそう。濃すぎるのよ。っていうのがあったりしたわね。で結局さ、なんかその VR チャットの
アバターとかを教えてくれた人はちょっとこうもうちょっとなんか一旦距離を置かなきゃ無理かなって思う。無理だろ、湿度高すぎるんだもん。湿気取れないと無理やって思った。普通に困るわ。濃縮関係にしなくても現役が化け物が共通して感じ取る魅力があるんだろうな。嫌でしょそんな魅力。化け物向きな魅力。若干化け物の呼び方しうわー人間に戻るなでもその化け物たちみんな放流しちゃって私。獄門境に閉じ込めることもなくこの世に放流したよ。あとはちょっとまだ時効じゃないかなって言えない化け物が2匹いる。いやでもいやもうなんかしかもさ、一人はさもう活動やめちゃったっていう言い方も変だけど、なかなか表での活動が減ってるから、少なくなってるから、まあって気もするんだけど、一人は普通に表で活動してるし、私の周りまだこう関わりがある人たちがいるから、なんかそれをこう公表するのってどうなんだろうなみたいな思って、まあそう、しかもその後者の人は私が直接実害めちゃくちゃ被害を被ったとかでもないんだよね。難しいね。いずれ言えるようになれたらいいんだけどな育て屋さんが悪いわけじゃないけど、いつか怖い目いるから振る舞いをさ、それはねガチでそう。だから最近は育てないようにって気をつけてたのに、なんかもうだいぶ仲良くなったし気を許しすぎちゃったのかな。なんか身内に対して甘すぎるんだよな。私が身内認定しちゃうと甘くなっちゃう。自分も元化け物だけど完全な真人間にやってないからワンチャン引きつけられる原因特定できないかなどうなんだろうな。なんだろう、話しやすいのと人との距離感が近いのと初対面だろうがなんだろうが仲良くなれるところかな。お茶飲めます。まずい、お茶がなくなってきた。いやどうなんだろうなって、そんだけ言われたら気になるよないやすごい喋りたい気持ちと喋りたくない気持ちでだいぶ葛藤してる。その間にさ高評価だけ教えてもらってもいいすっごい葛藤してるの。いやなんか個人的には言いたいの、とっても言いたいのなんだけども、それはその人たちとコラボした配信に対して傷をつけることになるのかなって思ってちょっと迷っちゃう。なんかみんなに聞いてってこんなおもろい話があってねってしたいんだけど、でもそれをすることによってリスナーにとってってことはこの配信の時ってとかっていうのをビリも思わせたくないなって思うゆうさんと出会ってしばらく経つけど葛藤した時大体言わない方がよかった気がする。いやガチそれはね、そう本当にそうよくわかってんじゃん気を許してようじゃなったおつはゆこれ俺のことってなのがギリ理解はできる。あれは哀れ化け物俺もまだ現れてないだけで化け物の可能性があるのから気をつけよう言動にでもリスナーとかはおめえのその行動やべえからなって私から DM がいかなければセーフだよ。
人間は誰しも心の片隅に化け物を隠し、やっぱそうなんだよね。そうなんだよね。言わない方がいいって言ったら、そうやそう。じゃあ言わないどこ。飲み込んどこ。でもみんな察してるじゃんって言ったら、それも、やめろ、言わないって決めたでしょ、今。はーい。はーい。何って、なんか、言うのかよって。なんか、何回もコラボしてるのに、実は友達と思ってませんでしたって言われてショック受けたって話なだけだよ。こんな人もいます。なんかその、恋愛的な方向での化け物じゃなくても、なんか化け物っていうのも変なんだけどさ、なんかこの、ちょっと悲しかったな、みたいな出来事も全然ある。でもそう言うと最近コラボが少ないあの人とってなるんだけど、まあ全然そんなことないんですけど。2026年夏最新版まで待ってるわ。待って、1年後には化け物が増えてるってことよくないだろ。ナイス、えらい。おつはちもくももめれる。いい女、ゆゆ。あ、全然今言った。人から DM 来たことはない。人ではないものからはあるけど、やばいだろ。育て屋さんじゃなく、暴き屋さんだったら、まあ、個人名言ってなければセーフかなって思ったりもする。あとは、なんか都合のいい女としてなんか使われたなっていうのはちょっとムカついたりとかもしたことがある。でも育ててないって自信ある？育ててない、微妙い。わからんけど実際はそんなことなくシンプルでその人の言葉の選び方がかつてだけだった。では、なんか当時はその人もいろいろ大変な時期だったのが知ってるから、じゃあなんかそのいろいろとフラストレーションが溜まっちゃってそういう言葉選びをしちゃったのかなって思ったんだけど、なんか最近そんなことなかったのかもなっていうのをちょっと発見してしまって、なんか連絡をめちゃくちゃ無視されるとか、いやわかんない、漏れちゃってる可能性はあるんだよ、見落としてる可能性も全然あるんだけど、なんか普通に無視されたりとかしてて、返信来なくてってなったことがあるから、本当に友達じゃないと思ってるのかもしれないと思ってでも私としてはなんかそのめちゃくちゃ仲良かったし、すげえ長時間喋った仲だったし、いろんなことをやりたいねって話してた仲だったから、ちょっと悲しいかなって思った。何とは言わないんだけど、察する人、察しが早い人は察すると思うんだけど、そうそう、なんかこれはすげえ余談だし愚痴なんだけど企業コラボと企業案件とかもしたくって、その人たちとその人と企業さんに連絡取って売り込んだりとかもして、でもやっぱり集客とかの面で見たら全然足りないから、じゃあ頑張って地盤整えてもう一回行きますねってお話もしたりとかしてたし、本当にいろんなことをやりたかったから、そのためにいろんな準備はしてたんだけど、でも友達じゃないって言われて、一緒にコラボとかも今後無理って言われてたら、じゃあそれを無理強いすることはできないよなって思っちゃったどうしたん、愚痴聞こうか、どうしたん、話ピッパーはやばいだろ
話ピポパーも何っていう経験がある。愚痴聞く系の受け答え、ワンチャン狙いの男の言動しかない。俺は読める。めっちゃ舐めます。お茶もなくなっちめえべ。どうしよう。っていう感じでさ。難しいな人間って思った。結局それもさ、化け物とかもそうだけどさ、育てちゃうのはさ、申し訳なさもいっぱいあるんだけど、まあ育てたんで責任を持って私がやるんですけど。なんかそれはそれとして、育てすぎや。育てすぎやし、釣りすぎや。集めすぎ。化け物図鑑をコンプリートしようとすんな。はい。人の愚痴を聞き慣れたうなずけましいです。人間って難しいね。うん、難しい。難しいね。いや、そうだから人間むずいからさ、やっぱさ、化け物との距離感も難しくってさ。難しいね。もう才能よね。よくないだろ、その才能は。あんまり良くないけどね。ポケモンも妖怪ウォッチもびっくりの収集力。本当にそう。だって私まだ活動を始めて3年半行ってないんだよ。なんでこんなことなってんの？おかしいだろ。びっくり仰天が過ぎるのよ。悪い才能に善の心があってよかった主人公じゃん。やだな、その主人公も。化け物って化け物であること、化け物である間自覚ないですね。それはね、マジでそう。っていう感じでさ、結局最近の化け物図鑑は何ってその辺なんだけど。なんでそうなっちゃうんだろうな。やっぱオツハユが距離感が近い。何よりも。かな。やっぱそれかな。って思う。ピッってことでね、ちょっと長めの雑談配信になったんですけど、長めの雑談配信だったんですけど、まあ、ここらにしてやりますか。やはり濃いイベントを発生させる星のもとに生まれたとしか人間になってから改めて過去の化け物だった自分を振り返るとよくわかる。異性に対してもっと距離感をきちっとか。最近は保護者に怒られます。だからさ、つって。異性と二人きりのでやめなさい、つって。しないようにします。コラボとかも、本当に信頼できる保護者の方以外を除き難しいかなっていう気もする。ピッ。まあそんなんで、今後はまたね、今までよりもより一層化け物を育てないのに心をね、強く持ってやっていこうと思います。そういうカスみたいなサムネに今日いろんな人が来てくれてありがとう。次から送るメッセージをね、彼女さんに検閲してもらえばよ。ガチそれはある。ゆいちゃんが大好きだけど依存の対象にしてならないとちゃんと分かってるから分散してます。愛情。えらい。保護者の言うこと聞いてね。保護者の言うこと聞きます。これからもどうぞおちゅはゆをよろしくお願いします。ということで今日の配信はねここらで終わりにしようかなと思ってます。来週の予定なんですけど
金曜日は多分雑談かな。今度のグッズ周りの話をね、ぼちぼち相談させてくれ。そう、アクスタの話をね、もうちょっと練らせてくれ。アクスタ利益出る設定にするのよ。利益出る設定するとバカ高くなるからね、みんなに申し訳ないからね、利益はね、小学生の小遣いぐらいの設定にしようと思ってるよ。で、13日が昼にマノサバやりたい。で、夜にコープシュ。で、14日は、ちょっと予定があって、で、15日も予定があるので、ちょっと、そこ2連チャンでちょっとお休みいただきます。なので、金曜と土曜で配信しようかなと思ってます。はい。何が化け物を引き継ぐのか真相を知るべき Amazon の口で注文。すんな注文なんて。声100分だったな。マジでそう。濃すぎでしょ。ということで、来週の予定も言った。よし。ここまで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。滑舌あんまだったのに最後まで聞いてありがとうね。聞いてくれてありがとうね。体調崩さないように気持ち悪い、この配信聞いて気持ち悪いなと思った人は水分補給等々をしてゆっくり休んでください。お送りいたしましたのは弥生のヨガ2つおつやでした。それではまたね。おつはゆバイバイおやすみ。来週も頑張ろうな。はい、ということで、来週もお仕事等々頑張りましょうね。ということで、タコさんも来てくれてありがとうね。おやすみ、バイバイ、またね。